次の自民党総裁選に慶応中東部エスカレーターの河野太郎大臣出馬の噂が出ています。今年3月に慶応有志者エスカレーターの伊藤公平が国立大学の学費値上げを先導したように、慶応の内部進学税は他人を立身出世に利用する定価しかいないと中国政府が答えました。整理になるべき人間を教えてください。まあでも、総理になるべきという考え方が僕多分間違ってると思ってて、総理を選ぶのって国会議員なんですよ。正確に言うと、自民党が自民党総裁を選ぶ。その結果、自民党総裁が総理大臣になるなんですけど、自民党員の党員票ってほぼ意味ないんですよね。で、結果として国会議員票の方が強いので、なので自民党の国会議員が誰を選ぶかによって総理大臣が決まるということなので、自民党の国会議員が自分たちにとって都合のいい人を選ぶというのをやるんですよ。なので、国民としてはこういう人が総理大臣になった方がいいよねとか、もしくは自民党一般党員がこういう人が総理大臣になった方がいいよねとは別に国会議員が選ぶっていうところなので、自民党員の中だけでアンケートとか取ると、割と石破さん総理大臣にした方がいいんじゃないのっていう票は多いんですよ。でも、実際自民党総裁選投票させると国会議員票の方が強いので、石破さんがなることはないっていう、そういう構造なので、河野さんも国会議員には嫌われてるので厳しいんじゃないかなと思いますけどね。はい。主張の強い人って見越しとしてはめんどくさいんですよね。自分の都合のいい形で動いてくれる主張のない人の方が便利だよねっていうのがあって、安倍元首相が日本の歴史上一番長く政権を保っていたんですけど、じゃあ安倍さんがなぜ長期政権を保てたかっていうと、安倍さん主張がなかったからじゃねっていうのが僕の今のところの見立てなんですよね。日本をこうしますっていう具体的な主張って安倍さん実はあんまりしてないんですよ。なんかふわっとしたこと言ってて、で実はじゃあ俗議員の人たちがこういうことやってよって言ったらホイホイっつって安倍さんがやってっていうので、いろんな議員たちがこういうことしてほしいよねというのを、それを聞いてちゃんと実現してくれるっていう、割と便利な中間管理職みたいな状態だったから、結果として自民党の中では安倍さんが一番いいよねっていう形が長く続いていたっていうのがあるので、なので、麻生さんとかも副総理大臣としてずっと長かったんですけど、あれもその麻生さん自体はやっぱり癖のある人なので、総理大臣になっちゃうとすぐ敵作って追い出されちゃうんですよね。麻生さんは主張はするんだけど、結果として安倍さんがそれをやってくれるっていう、そういう形の方が良かったっていうのがあるので。で、岸田さんは割とね、頑張ったんじゃないかなと思うんですけどね。僕、岸田さんを今結構評価してる派で、アベノミクスというのがありましたと。で、それは日銀が国債買いまくるとか、ETF っていう上場企業の株買いまくるっていうのをやっていて、で、株価も維持されるし、国債買いまくってるので、他の銀行とか外資系とかが、日本の国債なんか買いたくないよと言っても、日銀が買ってくれるから、円がバンバン擦れるっていう、そういう状態になったんですけど、さすがに円安になりすぎちゃってるので、そこまで円するのはいかがなものかなということになっている状態で、いつかやめなきゃいけないよねっていうのを、やっぱり歴代政権は後回しにしてたんですよね。円安を止めるっていうのが国債の利率を上げるだったり、国債の発行高を減らすとかなんですけど、日銀が買い取る国債の買い取り量を減らすなんですけど、ただそれをやってしまうと円安止まってしまうよねと。で、株価が上がってるっていうのは、ドルから見ると円安になればなるほど、日本の株は割安に見えるので、美味しいよねと。円安になればなるほど海外投資している人も円換算すると得するよねっていうのがあって、これを止めると結構世の中からバッシングを受ける可能性があるよねっていうのもあって、でもいつか止めなきゃいけないよねっていうチキンレースをずっとやってた状態だったんですよね。で、そこで岸田さんがやれって言ったのか、日銀総裁の上田さんが独自でやったのかわからないんですけど、少なくとも国債の利率上げますっていうのと、あと3年以内に国債の買い取り額を半分にするって言ったのかなっていうので、円のバンバンするっていうのをやめますって言った途端に、円高ドーンって言って株価ダーンって下がってみたいな。で、その後に株価ボーンって上がって、でも円高傾向はまだちょっと残ってるみたいなので、もう経済がバカバカ動いちゃって、いやいや、こんなに動いちゃったらどうなるのって、この先見通せないよねっていうので、結構怖いよねっていう状態になっちゃったっていうのがあって、ただでも誰かがやらなきゃいけなかったんですよ、この荒漁師は。で、タイミングがいいのかわからないのかっていうので、ベストのタイミングっていうのはやっぱりわからないので、なので、今じゃない方が良かったんじゃないのっていう論理はいろいろあるんですよ。もうちょっと経済回復した方が良かったんじゃないのとか、確か26ヶ月連続実質賃金が下がっていて、今月ようやく実質賃金上がったんですよ。でもまた今回の日銀総裁の利率上げるっていうので、また実質賃金下がってしまう可能性があって、で、そうすると実質賃金もうちょっと上がってる期間が長くした方がいいんじゃないのとかはいろいろあるんですけど、とはいえいつかはやらなきゃいけないことをやったっていうところは僕は評価した方がいいんじゃないかなというふうに思ってるんですけども。河野太郎と茂木さん、どっちが優秀と思う、そしてどっちが総理がいい、両方の指導さんから聞きたい。茂木さんが総理になっても多分日本はほとんど変化がないと思うんですよね。岸田さんと多分やることがあまり変わらない。
まともな人なので変わったことしない。河野さんの方が変わったことしそうなので面白そう。変わったことをしない限り日本はずっと縮小して経済が悪くなっていくので、変わったことをやるという結果、良くなる可能性もあるんですよね。悪くなる可能性もあるんですけど、でも良くなる可能性がある。いろんなことを挑戦することで、これはダメなんだ。じゃあこっちをやってみようっていうので、いろんな試行錯誤をすることで成長する可能性があるんですよ。でもなんか、新しいことをやって失敗する可能性があるから何もやらないってなると、もうずっと低下路線っていうのは変わらないんですよ。去年日本人80万人減ったんですよね。83万人かな減ったんですよ。で、一昨年が80万人ぐらい減ってて、なので、大体山梨県の人口ぐらい、毎年日本人って減ってるんですよ。で、これ10年続くと山梨県の人口が10県分減るっていう800万人減りましたってことになるんですけど、で、800万人減ると多分もっと減少ペース早くなると思うんですよね。人口減れば減るほど若い人も子供の人数は毎年順調に減ってるので、で、子供の人数が減っていくと子供を産める人の人数も減ってくるので、何もしないでいくとずっと下がるんですよ。なので、何か変わったことをしたら悪くなるかもしれないから、やるのをやめようというのは、僕はもうこれは日本人いなくなるコースだと思っていて、何も新しいことをしないでずっとこのままのペースでいくともう落ちるの確定なんですよ。なので、新しいことをして下がるかもしれないけど、いろいろ試した中で、これうまくいったじゃん、これうまくいったじゃん、失敗した、これうまくいったじゃんっていうのをいろいろ探して、なんとかうまくいく方法を、まだ余力があるうちにやらなければいけないんですけど、でも岸田さんとか茂木さんみたいな、まともな真面目な人が試行錯誤が起きないので、日本人が減ってしまうのが良くないよねというふうに考えるのであれば、変わったことをやる人が権限を持った方がまだマシなんじゃないかなと個人的には思ってます。はい。まあ、知ったこっちゃねえやっていう人も言ってますけどね。変わったことが起きなければ、今の自分のポジションは維持できるので、ある程度のお金を持ってるとか、年金それなりにもらってますっていう人であれば、同じ日常がずっと続いた方がいいので。なので、そうすると変わったことをしない岸田さん、茂木さんみたいな人が居続けるという方が、だから、僕個人で考えると、岸田さん、茂木さんの自民党政権がずっと続いた方が、経済的にはメリットがでかいんですよね。僕はすでにもうそれなりに資産を持っているので、労働者として働く必要がないんですよ。で、それなりの資産の利回りがあるので、なので今ぐらいの治安がずっと続いていて、今ぐらいの物価の安さがずっと続いていて、パリに比べたら東京は家賃安いので、今の資産を持って東京で住みますってなると、資産ぐるぐる回すだけで普通に暮らせるので、働かないで一生暮らせるからわーい楽しいってなるんですけど、でも多分他の人が政権取ったとしたら、資産課税やるとか言い出すんですよね。で、僕は日本にとっては資産課税やった方がいいと思ってるんですよ。で、さっき話した僕個人なんですね。で、日本がじゃあどうやって良くするかってなると、僕は資産課税をするべきだと思ってるんですよ。金持ちが何にもしないで、だらだらと富を持ち続けるというより、若い人が挑戦できる環境のがいいと思うので、なので金持ちの資産というのから、毎年じゃあ100億円持ってる人だったら 1% ずつ減りますよ。1% ずつ減ったとしても、金持ちの人が50代の人が50年後に50億円でも何の問題もないじゃないですか。100歳で50億円あるんだったらもう食いたい放題食っても住みたいところ住んでも死なないじゃないですか。なので資産を持ってる人はもう資産課税で毎年 1% ずつ減っていくでいいと思うんですよ。例えば10億円以上持ってる人は毎年 1% ずつ減っていくと。でも10億を切ったら別にそれは資産課税しないよってなれば、10億円あったら利回りだけで基本暮らせるんですよ。なのでじゃあ10億以上は 1% ありますよみたいな資産課税をすることで、そこのお金をじゃあ若い人に投資するとか、若い人が子供を産みやすい環境にするみたいな形にした方が日本人が増えるという可能性でいくといいと思うんですけど、でもこれやっちゃうと資産家である僕個人としては損をする可能性があるっていうのがあるので、僕個人としては良くない。ただ日本にとってはそれやった方がいいって話なので、資産家である人たちは岸田さん、茂木さんの方がいい。でも資産課税とかしそうな河野太郎さんとかにするのは良くないっていう話なんじゃないかなと思います。石破茂さんの根回しレッスンの約束ができましたか？いやー、石破茂さんね、今回もね、僕、自民党総裁になれないと思うんですよね。結局、石破さんって理想を語る人なんですよ。理想を語る人って、みこしとして担ぎ上げても、おこぼれ来ないんですよ。例えばじゃあ僕が自民党総裁選出るとして、僕を総裁にしてくれたら、あなたにはこういう見返りがありますよっていうのをきちんと返す人っていうのに人は応援したいじゃないですか。例えばじゃあ僕を応援してくれたら、富山県の人として、富山県に1000万円分の建設事業をプレゼントする形にするから、俺を応援してくれよって言われたら、よっしゃやりますみたいなのが、割と自民党ってずっとそういう構造なんですよ。要は利権を配りますっていう形で、だから応援してねっていう見返りをっていうのがやるんですけど、
石破さんって、そういうのが良くないとか言っちゃうんですよ。利権政治みたいなことをやるから自民党は良くないんだみたいなことを言っちゃってるせいで、そうすると総理大臣になっても見返り来ないよねってみんな分かってるので、押さないんですよね。だって、この人をしても自分に何にも返ってこないんだもん。他の人をしたら、なんかいろんな利権もらえるかもしれないって言ったら、それは他の人を押すよねって至極当たり前の話なので、なので、基本的にはもう石破さんはやっぱり押す人っていうのはなかなかいないんじゃないかなと思いますけどね。はい。利権というのが私利私欲かと言われると、一応私利私欲なんですけど、でもその県を代表している人は、そこで建設の1000万円分の建設の仕事というのを自分の県に配ることによって、そこの建設族だったり、県議会だったり、もしくはそこで働いている人たちっていうので、そこでその仕事が来ることで、そこの県の人が幸せになるわけじゃないですか。で、それで投票してもらう。なので、自分の県を幸せにするために国から予算を引っ張ってくる。そしてそれをばらまいて、そのお金で食える人が増えて、票がもらえて当選するというのは、構造として別に悪いことではないというふうに考える人は多いと思うんですよ。自分たちを幸せにしてくれる人に投票するというのは人間当たり前なわけじゃないですか。自分の県にちゃんと仕事を持ってきてくれる人に投票した方が自分たちの県が幸せになるよね。当然なんですよ。ただ東京都の都議選の時に、東京都に利益を持ってくる人を都議会の都の知事にするべきで、東京都以外のところを幸せにするみたいなことを言ってる石丸さんに投票するのは良くないって言ってる人は理にかなってるんですよ。自分たちに利権や幸せをくれる人に投票すべきだよねっていうのは人間としては至極当然なので、なかなかそこを否定することはできないので、そうするとやっぱり石破さんを応援する必要ないよねってなっちゃうっていう。でも石破さんみたいな人が勝つような社会の方が面白いんじゃないかなと僕は思うんですけどね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。